本日は鶏もも肉の和風ピカタをやっていきます。ピカタとはイタリアで生まれた肉料理です。薄切り肉に小麦粉をまぶしバターで焼いた料理です。イタリアでは子牛や子羊の肉を使うようですが、日本ではいろんな肉を使い溶き卵も加えて作ることが多いです。材料の説明をします。まず鶏もも肉ですね。今日は1枚使います。で、次に調味料です。お酒 30ml、濃い口醤油 30ml、みりんですね 30ml、砂糖 15g ですね。今日生卵を溶き卵にしてね使います。こちら2個使います。はい。あとね、こちらです。柚子胡椒。これはお好みですけど、今日はね、柚子胡椒風味ということで使っていきます。では作っていきます。まずね、鶏肉のね、処理をしたいと思います。今日はピカタということで、これをですね、4分の1カットですね。4つですね。で、今度、火が通りやすいようにね、ちょっと軽く切れ目を入れます。こんな感じです。はい。次にですね、同じように軽く切れ目を入れます。肉厚のところを入れていきます。はい。これでね、鶏肉の処理ができました。次にですね、鶏肉にね、塩コショウ、裏表していきます。これ結構ね、きつめにしてもらってもね、大丈夫です。続いてですね、こちら、小麦粉ですね、薄力粉とね、片栗粉を1対1で、合わせたやつですね。こんな感じにね、粉を打っていきます。パリッとさせる感じでですね、なるように、で、1対1にね、混ぜてあります。こんな感じにですね、なりました。では次の工程いきます。用意してもらうのがですね、先ほど生卵2個あったと思うんですが、それをね、よーく混ぜてください。はい。それがね、このボウルの中の卵になります。フライパンを準備します。火をつけます。油なんですが、適量を入れます。で、この時にあまりですね、沸騰させないということですね。なぜかというと、卵をね、つけた時にね、焦げてしまいますので、軽く温まるぐらいでね、していきます。はい。今ね、こんな感じにね、サラサラに油がなってきました。これをですね、こうつけてもらって、皮目をですね、下にしておきます。はい。同じようにね、全部やっていきます。皮目をね、下に。はい。こんな感じになりました。これでね、ちょっとだけね、時間を置きます。はい。今ね、約ね、3分ぐらい経ちました。でね、今ちょっと見てもらったらわかるんですが、ここにね、小さい泡がね、出てきたと思います。こうなるとね、いい感じに、焦げ目もね、つかないように、こんな感じになります。はい。これでね、ひっくり返します。はい。これでまたね、3分ぐらいね、待ちます。今ね、こんな感じにね、音がね、ちょっと変わってきたと思います。パチ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 ね、言ってきたと思います。こうなってくるとですね、ひっくり返すとね、こんな感じに色目がね、ついてきます。で、これはね、身の方なので裏面になります。皮目のね、こちらの方が、表になりますね。この状態になったら、5分ほど、お皿の上でね、余熱をね、かまします。その間にタレをね、合わせて作りたいと思います。
鶏肉を、炒めたね、フライパンです。これ油にね、味が乗ってますので、そのまま使いたいと思います。はい、お酒ですね。はい、みりんです。で、濃口醤油ですね。で、砂糖です。はい、これをね、よーくかき混ぜます。で、今日は和風ピカタということで、これをね、少しずつ煮詰めていくんですが、柚子胡椒をね、ちょっと入れます。ちょっとピリ辛のね、ソースにしたいので、はい。これはね、適量です。これもね、このソースもですね、意外と、肉ですね、豚肉でもいいですし、牛肉でもね、合いますんでね、ちょっとやってみたらいいかと思います。はい、これぐらいにね、軽く煮詰まったら OK です。5分ほどね、こちら、余熱を、で火通してる、鶏肉をですね、今からね、レンジで、1分ぐらいですね、チンしたいと思います。今、火が入りました。で、次にですね、これ、野菜なんですが、こちらの方はね、お好みで準備してください。今からですね、ではカットしていきます。これね、カットするとき熱いのでね、気をつけてください。身はね、こんな感じになります。ふわふわなので、肉汁もね、すごい出ますのでね。これね、子供さんがね、よく喜んでくれると思います。はい、今ね、こんな感じに盛り付けしました。先ほどですね、作ったタレをですね、かけます。はい、こちらの方でね、完成になります。本日は鶏もも肉の和風ピカタの作り方のご紹介をいたしました。今日はですね、ふわふわの鶏肉ということでね、ちょっと、やってみました。ピカタというのはですね、卵でコーティングして、中の肉汁をね、こう、ぎゅっとね、詰め込むような感じになります。で、今日はですね、レンジでチンしましたけども、オーブンがね、使える方はね、オーブンでね、やってもジューシーなね、鶏肉になります。ぜひね、試してみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。